日頑張るぞ。おー。いらっしゃいませ。ありがとう。ありがとうございます。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ありがと美味しかったですね。ご飯が進みますね。ありがとう。二つ定食にします。今日もお邪魔しに来ました。ありがとう。友達連れて。毎日来てる。毎日。ありがとう。社長ありがとう。ありがとう。夏至役なしだったんだね。15年間今じゃみんなな、みんなあのお姉ちゃんの弟子やと思う。本当は俺が親方なの。使われちゃってます。土日は100人以上。土日はな。カシューナッツとピーナッツとごま、それですごいなと思ったのはな、俺んち全部手作りなの。ってことは作るものが倍になる。誰も文句言われない。杉のみんなすげえなと思っておじちゃんは感心したんだよ。入ってる、だからね、入ってる。まず1回目が、はい、まだな、そのあれを急にはい、置いといてください。出ます。そうですね。お肉を使ってでも今の時代だから全てがミートトークってわけにいかないみたいで、ほとんどミートトークで主体にしてやってます。油は乗ってるんですけど、油がとてもなんていうんですか、香ばしくて、こう土日でね、お持ち帰りでこう出ちゃうんですよ。火曜日に8頭、木曜日に4頭切ってます。
なんか言ってた。からね。空っぽのオケ。あ、そう。カラオケ。オンリーワンの店を作ろう。人真似はしたくない。お願いね、田中さん。須坂に面白い店あるわ。カラオケのある店あるわ。せてこいや。俺んちのことだよ。少しでもネームバリューを上げようと思って変わったことしよう。話題を取るために少しでもね。こんな小さい時から俺ね、飯山育ちなの。やんちゃだやんちゃだって言って怒られてな、悪ガキだった。俺が一番好きなのは朝パッと見た時に雪が降るな、親切な、誰も足跡がない、そういうふうに新しいところに痕跡を残すのが好きだったんだからオンリーワンっていうのは感じはちょうど俺自分の性格に合ってると思う。今日も一日頑張るぞ。お願いします。お願いします。ドミニカがですね、1個下ドミニカがセルビアに勝ったんで、またそこ逆転されて、また来るんで、結構北者で何今の外人すごかったですね、本当に力の速さ。この速いのってなかなかこの番組に結構インタバルということも相当練習しないと難しいんですよね。終わったらすぐこれで。これが行くよ。どうぞ。ちょっと頭に入れてると。ありまたが待ってます。とう。ありがとうございます。社長ありがとう。ありがとう。美味しかったですね。焼肉とやっぱもつ煮がいいんじゃないでしょうか。お味噌もね、美味しいお味噌で、なんといってもね、店主はじめね、お店の方がみんな元気そうで何よりなんですよ。今日もお邪魔しに来ました。ありがとう。友達連れて。ありがとう。そういうことわかんない。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。おいらっしゃい。さゆちゃんに任せます。さゆりちゃん、さゆりちゃん。冷たいラーメンで出ます。はーい。キャベツも代わり、家庭の感じの味かな。優しい味。美味しかったです。毎日来てもらう。毎日。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ありがとう。
じゃあマヨネーズで特製のタレをちょっとつけてちょっとこれありがとう。お願いね田中さん。ありがとう。ありがとうございます。ご飯味噌汁キャベツはおかわりできます。大丈夫、やります。ないですよね。品種と品管の方。人気ナンバーワンの焼肉定食をちょっと友達でも連れていらっしゃいませ。いらっしゃいませ。こんにちは。いらっしゃいませ。ありがとうございます。はい。精一杯です。みゆきちゃん。はい。精一杯頑張ってください。はい。いいえ。任せます町田。6番さん行ってきます。はい、では勝山さん、6番さんですね。もう俺じゃできない。ありがとうございます。さゆちゃん用ご飯いきます。お待たせしました。2カツ定食です。以上でよろしいですか。はい。ご飯にこちら、また待ってます。いらっしゃいませ。こんにちは。あら、あらま。さん、ありがとうございます。ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。ありがとう。はい。これね、特上とんかつ定食。はい、ありがとう。ごめんね、書いてもらっちゃってすみません。お兄さんもついての大盛りと特上のとんかつ定食にしてね。ありがとうございます。
日本人の客数、観光地プラスに上がってる。日本国内ではそうね。焼肉定食なめお一つです。はい。4番さん。はい。いいニンニク入れなくて。あ、でも結構入ってますね。下か。これだ。いや、俺いつも焼肉、今日はちょっと気分を変えて、美味しいです。うん。ありがとう。よし、当てに行きます。はいよ。はい。もつ亭大盛りからいきます。で、1番さん、奥の方。はい。必要なのあったら前でのテーブルから取ってください。はい。こちら置きます。はい。これはニンニク潰し入れてお好みでどうぞ。2番さん OK です。ありがとう。ありがとうございます。豚の焼肉のはタレがね、焼肉と濃くて辛くなくてだから美味しいんだよね。こういうのは初めて食べて、ラーメンはラーメンでやっぱりスープが美味しく作ってあってでチャーシューもがっちり入ってるし十分ごちそうになりました。なんか言ってきたって言ってだからっていやだから来ない焼肉テレビでやってるのって焼肉定食の話ですか？じゃあそれでありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。店長焼肉です。ありがとう。ありがとう。ありがとう。こちらポテト。ありがとう。どうも。ありがとうございます。優しいですね店員さんが本当に気遣いすごいしていただいて美味しいです。ご飯が進みますね。上手に旦那ばおだててな。
さゆりちゃん、理活定食いきます。辛っ。皆さんたちね、最終確認をね。ありがとうございます。ありがとう。何から。ありがとうさん。はい、中盤さん行ってきます。何回か通ってて、いつも混んでたんで、ご飯進む味してるとちょっと濃いめというか。はい、まず勝山さん用、マスター用。ちょっとネギ少なかった。マスター。マスター、じゃあ一緒に運びますか？普段はおじちゃんこの後はご飯食べないんだよ。俺哀れな生活毎日してるわけじゃないよ。厨房の隅でご飯食べてるじゃん。ありがとう。お姉ちゃんありがとう。ありがとうお姉ちゃん。あ、そうですそうです。また来ます。はい、超盛り。はい。超大盛りです。はい。はい。以上でよろしいですか？はい。ごゆっくりどうぞ。はい、ありがとうございます。皆さん、味噌汁が大丈夫。はい、できますか？はい、いいです。味噌汁、キャベツ、ご飯おかわりできます。ごゆっくりどうぞ。これでチェック。一番最後に。
りがとうございます。さゆちゃんはな、やっぱり上手。はい。おかず。はい、じゃあ来て。どうぞ。まず後ろにいる。これが味噌チャーシュー。量ある野菜が。美味しかったです。
この店自体はね、昭和50年ぐらいからやってるんだよ。製麺所の社長と俺が知り合いだったもんで、ここで調理やる人いないからやらねえかっつって声かけられて、で俺もまあそういうところでここで働くようになって7年ぐらい前か、どっかでお店開こうかなと思って社長に相談したら、ここ売りますんで買いませんかっていう話になってやろうかなと思って、でそれから俺がやるようになって。
てる。味噌チャーシュー麺ね。はい、ありがとうございます。はい、どうぞ。量ある野菜が。はい、どうぞ。だから変わったことして写真撮るが。
どうでしたか？いや、美味しかったです。出張でたまに来るんですけど、その時よく来てます。大変美味しいです。よく頻繁に使わさせてもらってます。やっぱランチがお得なのでいいですね。ランチ2つで醤油つけ麺1玉と辛肉味噌ラーメン。いや、とても美味しかったです。ランチメニューが好きで A と B とあるのでメニューも1ヶ月分分かってるんですごく楽しみにしてます。
これはチャーハンに使うハムですね。もみじのこういうとこにこういう汚れとかがついてるんで、これをしっかり取ってスープに入れることで臭みとかがなくなっていいスープに仕上がりますね。お客さんってどんな層の方が多いんですか？平日だとやっぱサラリーマン系の方が多くて、休日になるとご家族連れのお客様とかいろんな層のお客様が来てくださいます。こっちがあんかけ焼きそばとか五目そばとか関東麺とかで使う人参で、こちらが味噌ラーメンとか、あと片焼きそば、野菜炒めとかで使う人参で分けて使ってます。
一番最初はなんか洋食屋さんみたいな感じの別々のお店だったらしくって潰れちゃってとんかつ一緒にやろうかっていう話になってでくっついたらしくてなんで結構厨房が2つあるっていう結構特殊なお店かなって思います。今おいくつですか？今が19歳です。小諸の方に本店があるんですけど、そこで修行をしてて倒れちゃったんで応援に来てくれないかってことで来て、そのままこっちでやらせてもらってる感じです。その修行しとった時は何歳ぐらいの時ですか？僕が高校3年生の春頃に学校辞めたんですけど、そこからそうですね、1ヶ月ぐらいした後に小諸の方で辞めて1ヶ月ぐらいでこっちに来てしまった。修行しながらお店やっていくっていう形でやってましたね。なかなか19歳っていないと思うんで、そこは強みかなって思ってます。本当にね、何もまだ覚えたってのところだったので、ちょっと一人でやらせるわけにはいかないので、最初ついて19歳って言われると結構みんな驚かれて、そんなに若かったんだとか、ちょっと老けてるのかなとか思って最近黒胡椒とまだ入れてあります。今何入れたんですか？福岡に行きました。そうですね。これは今生姜味の唐揚げつけてるんで、生姜入れたりとか、お醤油とかいろいろそうですね。オイスターソース入れたりとか、結構いろんなの入れて作ってます。うちは2つ味やってて、ニンニクと生姜やってますね。中華メニューととんかつメニューとどっちが多いですか？頼まれるメニューの
あれですね、数自体は中華の方が多いですね。家族連れのお客様とか結構カツ食べたりラーメン食べたりとか、そういう家族連れには嬉しいのかなと思いますね。煮き卵の説明をさせていただく、説明っていうかね、飯山っていうところが長野にあるんですけれど、そこで作られている煮き卵っていう卵なんですけどね、やっぱり餌とかが違うから黄身がちょっと濃くってとっても美味しい卵です。その卵をふんだんに使ったお料理を出させていただいています。はい。ですよ。はい、ありがとうございます。
こっち側の通りから行けば、ここに1個あって、奥にもう1個あって、奥の方と、左から右に。メインロードこっち一つ行くかな。あ、そうだ。奥の方だけね。こっちから入ったら奥の方。これでもね、この方がAと B と202がね、B の方とかね、ちょっと隣とね、岡田様、一時の出前が終わった後になりますのでよろしくお願いします。はい、ごめんなさい。はい。カツ店のメニューでカツ丼ってあるんですけどね、これもさっきのみゆき卵を使用しています。それで、ここにありますけど、とんかつ店の大人気メニューでして、特製の秘伝のタレを使っています。で、卵とじなんですけど、さっきの高級なみゆき卵でとじているカツ丼で結構大人気で出ています。で、もう一つカツカレーの方も秘伝のカツカレーでして、で一昨年にリニューアルしてとんかつ店オープンしたんですけど、そのオープンに際してこのお値段では出せない特製のカレーなんですね。ふんだんにこれも極秘ですけどいろいろなものを使って本格的カレーなので、そこにうちのそのロースカツもついて、1000円でお出ししてますので、これも人気商品です。ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。鶏系生姜お願いします。お待たせいたしました。本日鶏の唐揚げ定食でお願いします。ありがとうございます。はい、じゃあありがとうございます。はい、大盛りラーメンお願いします。中華一番さんです。お盛りでございます。こちらから失礼いたします。ありがとうございます。はい、チャーシュー麺とチャーハンのセットお願いします。はい、ありがとうございます。お待たせしました。チャーシュー麺のチャーハンセットです。はい、お待たせしました。麻婆ナス定食ですね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。
コロ定食入れます。はい、お待たせしました。ホイコーロー定食になります。お待たせしました。角煮定食になります。仕事で毎日いろんなところで仕事してるんで、そう近くに来た時はここで必ずホイコーローですね。美味しいです。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。担々麺出ます。担々麺お願いします。じゃあ2ついっちゃいますね。お願いします。ラーメン大盛り出ます。こちら。 4番、3番です。はい。ほら、でも待ちなさいって言ってるよ。ちょっと待って。ちょっと待って。お願いします。座ります。座ります。はい、お待たせいたしました。ちょっと待って。ラーメンの大盛りが出ます。はい。はい、大盛りです。はい。そうですね。今日多分寒いんで余計に出てくれてるのかなっていうのは。
はい、できます。チャーシュー麺とチャーハンのセットお願いします。はい、すいません。チャーシュー麺とチャーハンセット。すいません、失礼します。ラーメンセットです。ごめんなさい、食べてるところ。ごめんなさい。ごめんなさいね。食べる前なんで。ごめんなさい。いえいえ。ごゆっくりどうぞ、ありがとうございます。ナスと餃子2種類。とんかつ屋さん美味しいらしいよからたまたま現場が近かったんで、今日普通のラーメン食べました。美味しかったです。はい。ご飯とスープ2つお願いします。大丈夫です。待ってください。はい、はい、失礼します。はい、お待たせしました。お願いします。はい、来ました。次もすぐ出ます。通常の唐揚げの単品が10個になります。これで1210円になります。よく来られるんですか？初めて噂で聞いたんで、はい、唐揚げ定食、ニンニクですね。あ、美味しかったですよ。スパイシー。はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、お願いします。はい。はい。
はい、ニンニクお願いします。大盛りです。唐揚げとラーメンが多いですね、今日は。そうですね。結構でもその日とかその週によってコロッと変わったりする時もあって、カツがすごい出る日もあれば焼きそばが出る日もあったりとか。この夢ポークっていうのが静岡の方で作られているブランドのお肉なんですけどね、何が違うかって言いますと、水や餌が違うところから豚さん自体の細胞膜っていうのが非常に強いんですね。豚の旨味が逃げない、これが夢ポークの特徴なんです。ソースも秘伝の特製の手作りのソースで食べていただいてますので、ぜひだから夢ポークとかうちのカツカレーもよかったら食べてください。はい。ロースカツ定食夢ポークでお持ちしました。はい、すいません、失礼いたします。思います。私はずっとなんか自分の夢が見つかったら好きなことやりなって言ってたので、それまではとにかく勉強しなっていてずっと大学目指してたんですけど、自分の好きな道があるなら応援しようって思いましたね。やっと夢が見つかってくれてよかったと思って、はい、私は本当にちっちゃい頃とかまだ生まれる前ぐらいかな、お手伝いには来てたので、ある程度一人前になったらもう自分は他の店舗に行こうかなというのも、妻でもずっとくっついてるわけにはいかないので。夜は9時まで営業してます。そっから後片付けして、夕飯食べたりして、その後ちょっと試作とかしたりはしてますね。で、帰るのが12時から1時ぐらいですかね。最近あんまり何時間仕事してるとかっていうのはになんないっていうか、仕事してるっていうよりかはもうなんか自分の生活の一部にこの料理が入ってる感じなので、だからいくらやっても苦じゃないっていうか、まずは地域のみんなから愛されるようなお店をしていきたいなって思ってるし、お客さんが美味しかったよってニコニコしながら帰ってってくれるのがすごい嬉しいので、食べに来てくれた人がみんなそう言ってくれるようなお店にしていけたら僕は嬉しいですね。ありがとうございました。ありがとうございます。すみません。めっちゃうまそう。すみません。ありがとうございます。めっちゃうまそう。やば。4人家族の量。あれ量が多いんですけど、お腹いっぱい食べてほしいということで値段もなるべく抑えながら。わあ、すごい。やっぱすごいわ。
谁啊？这个可以录像的人。他是打啥的？自分たちで食べるものは自分たちの食べたいように作ってる人が多いですよね。うち量が多いんですけど、お腹いっぱい食べてほしいってことで量を多く出してるみたいな感じでいつも言ってますね。あとはまあ値段もなるべく抑えながら。お待たせしました。あとボリュームがあって食べ応えがある感じがしますね。定食とかランチとかラーメン関係ですね。結構みんな食べます。あとさらに大盛りで結構多い。チャーハンとか。
姐，可以点炒饼吗？可以，来炒饼啊。对。没有，我那行吗？これの大盛りかマジでマジ。俺起来了。哎。哦。すみません。めっちゃうまそう。すみません。ありがとうございます。めっちゃうまそう。やば。4人家族の量。これやっといた方がいいですか。炸酱面。全部並べたい。カメラ向け。うわーすごい。終わった。やっぱすごいわ。全員すごい。いや、2号あるし。でしょ。だからもうマジ一切。つけてください。あ、ごめんなさい。ごめんなさい。はい。大丈夫大丈夫。大丈夫ですか。めちゃめちゃ美味しいです。もう最高です。いや、うざいよ。多分これ単品だけだったらならないわ。あ、本当。
これは油淋鶏です。みんなでかい。チャーシューチャーハン普通ですね、これ。はい。はい、ございます。私これ初めて頼むかもしれない。そうそれ。それあれね、ありがとうございました。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 パネル、パネル。
揚げチャーハン。说那些好像是我那些啊。すいません。ああ、これ中国の食べ物なんだけど、もしよかったら。チャーハンでもすごい味もちゃんとあって美味しいですね。どっちにしますか？醤油、味噌、豚骨ラーメン。餃子、唐揚げと半チャーハン。Ada banyak kalau dari mana Pak?どうぞ。はい、今日の会期です。ありがとうございました。またお越しくださいませ。2段目中華そば大盛りです。煮卵入り。美味しい。
時間ぐらい煮込んでるのと、あと、ラーメンの味に邪魔しない程度の味付けです。他は多分大体2種類とか、多くて3種類ぐらいだと思うんですけど、6種類使ってるんで、太さがそれぞれ違いますね。それによってその茹で加減ももちろん変わってくるんですけど、結局食べるのはやっぱ麺ですから、そこはやっぱ妥協できないなっていう。好きなこと仕事にした方がいいだろうなと思ってチャレンジしてみました。つけ麺とか混ぜそば用の太麺です。背脂と甘い醤油って言うんですけど、それに合わせる細麺です。醤油豚骨ラーメンとか、味噌ラーメンとかに合わせる中太麺です。二郎系のラーメン最近作って、これで縮らせるんですけど、甘い醤油中華そばで使ってるストレートに近いんですけど、手もみして縮らせて使ってます。九州から取り寄せてる細麺、この中で一番早いです。茹で時間が短いです。醤油とかに使う、チンタンスープと、あとここに鶏白湯スープが。
と背脂たまり醤油の煮卵入り。辛肉味噌ラーメン食べてました。美味しいです。ありがとうございました。ありがとうございました。いらっしゃいませ。お好きな席どうぞ。ありがとうございました。お待たせしました。はい。2代目中華そばを盛りでメンマトッピングになります。お願いします。一番です。
りがとうございました。失礼します。お待たせしました。手まり醤油中華そばメンマトッピングのお客様。こちらが魚介味噌ラーメンですね。お待たせしました。ありがとうございます。しました。たまり醤油中華そばです。ご注文しのお皿いいですか。はい、失礼します。お願いします。皆さんお待たせしました。たまり醤油中華そば煮卵入りです。ご注文はお揃いですか。ありがとうございます。ありがとうございます。シャー。いらっしゃいませ。何名様でしょうか。好きな席どうぞ。麺いける？ご注文の品お揃いです。失礼します。塩ラーメンです。
いた方がいいかもね。朝はどういう仕込みされるんですか？大体まあ夜のうちにある程度やっとくんですけど、朝は切り込み少し野菜とか、ランチがパンチヌードル、一番よく出るラーメンをちょっとランチに入れたんで、それの仕込みと。手袋。どんな方が多いですか？平日はもう昼も夜も働きます。で週末はそうですね、県外の人とか割と来たことのないような人も多いですね。
ライヤー行きます。去年の暮れ頃に発覚したんですけど、がんになっちゃったんですよ。ステージ4なんで、大腸から肝臓に移って肝臓がもう手術するなら全摘出、お店も休めないじゃないですか。抗がん剤治療がうまくいけば、いかなければ桜は見られないって言われてて。メジャーリーグドジャース大谷翔平選手に待望の一発です。10試合ぶりとなる14号ホームランが飛び出しました。左の太もも裏を痛め調子を落としている大谷翔平。それでも第3打席、センター前へ弾き返しタイムリー。4試合ぶりの打点をマークします。そしておお、いいよ、どうぞ。はい、どうぞ、ありがとう。じゃあ、カツカレー。はい、はいよ。普通盛りでいいですか。普通盛りでいい。はい、うだせテレビ出演して、今日ライブなんで。開けっぱなしなので。はい、もういいですね。なってない。ありがとうございます。いいね、カツ。でかっ。すごい、これカツでかくて。うまいですね。はい、お願い。
はいお願い。はいいらっしゃい。おーありがとう。おーいらっしゃい。どうぞありがとう。はいよー。はいどうもー。お願いします。ありがとうございます。はいどうもいらっしゃい。はい粘ってー。トン味噌A大。いらっしゃいませ。はいどい。唐揚げでいいですか。いらっしゃい。はいA大。おいいらっしゃい。何名様。ありがとうございます。お願い。
はい、ランチ。でしょう。ああ。よいしょー。はい、来られるんですか。そうですね。ランチで来ます。おすすめのメニューってあります？インチキつけ麺とか、つけ麺がよく、今日はちょっとランチなんですけど、早いし、うまいし、価格も安いし、最高です。今日はお休みで昼飲みって感じなんですか？そうですね。最高です。どうもありがとうございます。分厚くて食べ応えがあって美味しいです。すいません。店主の飴愛だよね。この他に中華そばのチャーシューをこれから仕込むんですけど、チャーシューがだから全て3種類あって全部手作りやってますね。さっきの部位はバラ肉なんですけど、今度はこの豚のもも肉を使ったチャーシューですね。この焼き方でやると余計な油が下に残ってしっとりとこうなんか旨味が凝縮する感じになるんですよね。これもずっと炊き出してるチャーシューのためです。
世界中で見られたら私のファミリーびっくりするよ。だね。社長と僕が初めお店を立ち上げるときに社長がこう言ったんですよね。お前気難しいからお前気難しいしようかって言ったのが始まりで、それがもう今から22年前ですね。僕もすごい爆発だったんですけど、初めはもうなんで気難しいって名前ついてるのって、僕ばっか突っ込まれて、誰か気難しい人いるのなんてよく言われましたけどね。系列店ってすごく多いんですよね。長野は5店舗ぐらいで、東京に2店舗ですね。あと石川にも1店舗あって、でそれぞれ違うラーメンを展開してやってるんですよね。味噌でいいですか？お盛りでよろしいですか？はい、ありがとうございます。お待ちどうさまでした。ごゆっくり。昔はよく飲み行った帰りにここ寄ってから言うから、
めちゃくちゃ美味しい。はい、これここまでね。かしこまりました。はい、お伺いいたします。お願いします。はい、お参りどうします。お願いします。はい、どうぞいらっしゃいませ。どうぞいらっしゃいませ。おいよ。はい、いらっしゃいませ。どうぞ。はい、お願いします。お待ちどうさまでした。ごゆっくりどうぞ。ランチは日替わりでやってるんですけど、今日はサンラータンメンをやってます。はい。すいません。生産というのはあまりリースしていくわけで、それよりも実は買い取る時の値段もどうもありがとうございます。色茶酒はある？あります。はい、どうもお気をつけどうぞ。ありがとうございました。入れればいいね。はい。それとつけ麺と味も入ってるそこ同じとこ。つけ麺で入れてます。はい、お伺いいたします。置いたしていい？はい。ありがとうございました。はい、ありがとうご
とうございます。ありがとうございます。5名様で野菜増しと波最初2個。いるかな。めっちゃすごい。あ、本当。あ、今入ってなかった。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ごめんね、いい？はい、ありがとうございます。はい、失礼します。いいですか？めっちゃうまい。分厚くて食べ応えがあって美味しいです。そろってかな。これ。はい、ラーメン4つ出ます。おもし失礼します。おも失礼します。お願いします。はい、丸亀のつけ麺マジでうまいですね。お待たせいたしました。どうもありがとうございます。用意してあります。白のチャーシュー1個だけ。ここにはある。皆さんどうぞいらっしゃいませ。店長、美味しいなと。
ちどうさまでした。はい、どうぞごゆっくり。はい、お疲れ様です。持ってきてますね。はいよ。ちょっと待ってね。はい、お待ちどうさまでした。めちゃめちゃうまい。めっちゃうまい。もうあんまないって言ってました。はい、ごゆっくり。よいしょ。はい、お待ちどうさまでした。はい、何ですか？
森田さん、ご飯どうする？取ります。あ、自分でやる。ごめんなさい。ありがとうございます。はい、お待ちどうさまでした。はい。10年くらい前から来てます。店主の飴愛だよね。味が一番難しい商品。マスターのやったのが最高にバランス。うん。それに対する責任感あるんですよ。めちゃくちゃ美味しい。染み当たります。染み当たる。そうなるんじゃないの？それで帰ります。はい、ありがとうございます。お待ちくださいませ。どうもありがとうございました。ありがとうございます。焼肉を
ぱそのうま辛いっていう点をやっぱ狙ってこのメニューは本当に初め限定でやったんですけどもあまりにも人気すぎちゃってもうレギュラーなくなったんですけどね。餃子やります。はい。レベル2。はい。5番さん上がりです。レベル2。鶏はハンバーグ。めっちゃ大変だなこれ。はい、すみません。鶏定食で、はい。今入れてますよね。ネパールのことスリランカの方が増えてきて。お伺いいたします。